こんにちは、ペンタロウです。世間を賑わす有能バイク、ホンダ CB1000F の純正オプション体感レビューを紹介します。1、ヘッドライトカウル。こちらのヘッドライトカウルは SE に標準装備されるもので、スタンダードモデルにはオプション装着できます。税込み96,800円とややビビる価格なので、見た目だけでなく風対策に効果があるか気になりますね。ペンタロウが人柱になってこれをつけて高速道路100キロ連続走行も余裕でいけるかどうなのか検証してみます。メーカーの説明によると、フロント周りにスポーティーな印象を与えるヘッドライトカウル。バイザー部は強度耐候性に優れたポリカーボネート製で、胸周りの風当たりを和らげ快適性を向上。カウル部は高級感のある塗装仕上げです。ということで、メーカーがはっきりと胸周りの風当たりを和らげ快適性を向上と言っているということは、きちんと試験をしてデータを取っているので、信頼性は高そうです。実際に装着すると見た目もイケてますね。CB1000F はボディカラーがシルバーと黒の2種類あって、それぞれ用に塗装したものを販売してくれています。黒赤ボディはタンクの赤ラインと調和する塗装になっていて素晴らしいですね。塗装の質感も高いので、とても自然な仕上がりになっています。乗車してみるとメーターが囲われてコックピット感があっていい感じです。メーターデザインとの相性もいいので、これならメーターのフォルムが嫌いな人もいけるのではないでしょうか。では高速道路行けるか検証をしてみます。まず80キロです。80はだいぶ快適ですね。スクリーンなしでも疲れないスピードとはいえ、ヘッドライトカウルがあると結構違います。胸周りの風は確かに整流されていて安定感があって心地よくなりました。次100キロまで加速してみましょう。スクリーンなしでは連続走行がちょっと辛く、90くらいまで落としたくなるスピードです。ヘッドライトカウルがある状態ではおおむね余裕がありますね。さすがに腕やヘルメットなどの風までカットされないので、普通に風を感じるところですが、いい感じに全体の風が整流されているので、長時間連続走行もかなり楽になります。一応120キロも行ってみましょうか。本格的なスクリーンではないので連続走行は期待しない方が良さそうですけれども、実際素の状態よりだいぶいけますね。丸目むき出し状態の時は一瞬追い越しはいけるものの、数秒で落としたくなるくらいのところ、しばらく追い越し車線でまとめて抜いていってもそんなに違和感がないですね。法定速度60キロの一般道はスクリーンがなくても何の問題もないので検証するまでもないんですが、60キロでもそれなりに心地よいです。風が整流されて走りが上質になるように感じられるので、このバイクの特性としてはちょうどいい整流感だと思います。 CB400 や1300のボルドールほど上質にならないけれど、ちょっと質感が上がりつつ風を感じるワイルド感は残るので、デメリットなくレベルアップする感覚ですね。全体的に完全に下道専用でなければつけた方がより幅広い用途で走れるので良いかもしれません。スクリーンには大きな注意点があって、半端に高いスクリーンは風切り音が大きくなって地獄になることがあります。レベル分けすると最高 S ランクが極大スクリーン、ヘルメットから肩まで全てを回避するくらいの大きさでオープンカーに乗っているくらいのものです。さらに屋根もあれば完璧ですね。ここから一段小さくなるとヘルメットの上の方に風が集中するくらいの大きさです。身長による風の当たる位置とヘルメットの相性によっては風切り音が増えるので多少注意が必要になります。個人的にこのラインはアフリカツインの最高1位テネレ700 NX400 あたりです。風切り音やや注意と、横を向いた時などヘルメットへの風圧で頭が揺られたりするので B ランクくらいでしょうか。もう一段下がるとヘルメットの上半分くらいに来るサイズ感です。ちょうど耳の位置に当たるくらいで、ヘルメット相性次第で最悪なことがあります。個人的にはアフリカツインの最低位置で高速道路を走ると80キロでも高温でハザードつけて路肩に行きたくなります。これにはまってしまうとランク圏外ですね。さらに下がってヘルメット全体に当たるくらいの高さ、首元を回避して口のあたりから上に当たるくらいだと風切り音はほとんど増えない印象です。 CB1300 スーパーボルドールのオプションのウィンドスクリーン、 GSX8R オプションのツーリングスクリーン、この辺は自分の身長ではちょうどこのあたりで A ランクなスクリーンです。もう少し小さくなると首元くらいに風が当たるもので、 CB400 スーパーボルドール GSX8R の標準スクリーン、忍者650
250、ZX4R、CBR400R などが優劣ありつつもこの範囲です。ZX4R などはスクリーンの高さは高くないですが、前傾深めなので体感これくらいです。デメリットがないので B ランクです。より小ぶりなスクリーンが今回の CB1000F ヘッドライトカウルですが、同じようなサイズ感には XSR700 フライスクリーン、GSX250R、YZF-R3 などがあります。この中では R3 が一番スクリーンサイズが大きく、差はあるものの近い水準ということで良いと思います。胸くらいまで風を整流してくれて C ランクといったところでしょう。この辺のコンパクトスクリーンは風切り音などのデメリットがゼロなので、意外に一番安心してつけられるサイズ感だったりします。ヘルメットに風が集中することなく、首に集中してヘルメット内に風が巻き込んでくることもなく、なんなら見た目気に入ったからつけるでも OK だと思います。身長によって多少体感が違うと思いますが、ペンタローは175センチで、後で紹介する CB1000F のハイシートをつけた状態で走っています。ちなみに装着は DIY に慣れている人なら自分でも簡単にできますが、メーカーサイトにある取り付け時間 0.2 時間では絶対無理だと思います。ペンタローはまずパーツを完成状態に組み上げるのに1時間、車両装着に30分くらいかかりました。2、サドルバックサポート。次に積載製品のサイドキャリアです。こちらはサドルバックサポートという名前で税込み 48,290 円です。ただし同時にキャリアサポートも必要で、こちらが税込み2万と20円になっています。合わせて6万8000円くらいですが、ペンタローはネットで買って合わせて5万8000円くらいでした。このサドルバックサポートをつけるとホンダ純正サドルバックをつけられますが、ものは SW モテック SLC サイドキャリアなので、 SW モテックのアーバン ABS サイドケースとレジェンドギア CL1 と CL2 をつけることもできます。右は大きいとマフラーと接触するのでアーバン ABS は無理でした。純正スモールはもちろん OK、 レジェンドギアスモールもサイズ的にいけると思いますが未検証です。ボディカラー黒ならキャリアだけつけていてもあまり気にならないと思います。写真を見る限りシルバーでも意外に平気そうですね。シルバーの GSX8R につけていて違和感がないので、サイドに積載したい人にはおすすめです。 SW モテックは純正採用が多くなってきているので、サイドケース類はバイクを乗り換えても流用が効きやすいです。最近ホンダはこれになってきていて、 GB350、NX400、レブル1100、レブル250、CL250 なども SW モテックっぽいです。写真で判断しているだけなので、導入する際はきちんと確認してください。ヤマハも XSR900 の純正はこれです。純正採用されていなくても SW モテックサイドキャリアはヨーロッパで売っているバイクなら結構ラインナップされていて、他の車種用もいろいろ出ています。スズキ社も対応品がそこそこあります。うちの GSX8R も SW モテック入れています。川崎もぼちぼちありますね。アーバン ABS サイドケースはセミハードで表用の南京錠もついていて、これで簡易セキュリティになるので使いやすいですが、意外にボリューム感があります。サドルバックサポートの取り付けは簡単で 2,30 分で終わったくらいだと思います。3、コンフォートシート。次にコンフォートシートという名のハイシートです。シート高が 33mm 上がってクッション性が上がるので、ケツ板が緩和でき、一定の身長以上の人には膝が楽になって快適という優れものです。実際ノーマルシートから取り替えてみると、ペンタローの身長ではとても乗りやすくなりました。ペンタローは175センチ股下82センチで、ハイシートの状態で両足かかとまで普通につきます。今のところケツ板の匂いは全くしないので、長距離長時間もかなりいけそうな感じがしますね。おそらく股下80センチ以上は迷わずこれに変えるとだいぶ幸せになりそうな予感がします。股下78センチくらいあれば長距離乗ることが多いならハイシートがいいと思いますが、地面の近さとどちらを取るかというところかと思います。 CB1000F はもともとシート周りが無駄に太くないので爆裂足つきが良く、ステップも結構前にあって、よほど前に座らなければステップ干渉もしません。この辺は CB1300 とは比べ物にならないので、気になる人は足つき不安のある人も実際に試乗車で体感してみることをお勧めします。ノーマルシートでかかとがつくならハイシートに交換、かかとがつかなくても余裕があるならハイシートでいける人が多いと思います。3つつけた状態の見た目はこんな感じです。オプションは他にも冬のお供にグリップヒーター、シフトチェンジが楽になるクイックシフター、ちょっとしたメンテナンスが楽になるメインスタンドあたりを選ぶ人が多めでしょうか。 SE との差額は税込み19万8000円のところ、ヘッドライトカウル9万6800円、ラジエーターグリル2万7390円、グリップヒーター2万1780円、アタッチメント1万560円、クイックシフター3万3880円の合計が19万410円です。
ラジエーターグリルがいらないならスタンダードに別付けした方がコーチに合わせても安そうな感じがします。色は黒がいいけど SE の部品が欲しい人はそれで良さそうですね。ペンタロウはしばらく CB1000F メインになりそうですが、また何か実験したら紹介しようと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。